空広コーヒーキャンプ場紹介をご視聴いただきありがとうございます。今回紹介するキャンプ場は道志川最上流のキャンプ場、山伏オートキャンプ場です。このキャンプ場を選んだ理由は東京から近くて何といっても標高が高く、そして川の綺麗なキャンプ場だったからです。実際にここでキャンプをした動画もありますので、合わせてご視聴ください。そしてチャンネル登録、高評価、いいねをしていただけると大変励みになりますので、ぜひお願いいたします。それではキャンプ場紹介スタート。この山伏オートキャンプ場の魅力は、その1、道志川最上流に位置し水がきれいなキャンプ場。魅力その2、標高が高いので夏は涼しく、秋は紅葉がきれい。このキャンプ場は標高が 1000m あるので、各季節ごとの風景を楽しめます。魅力その3、森林の中の川沿いにテントを張ることができる。魅力その4、冷蔵庫、ピザ窯、窯風呂など独特な設備がある。魅力その5、各サイトでプライベート感を確保できる。川沿いに並ぶ形になっていても石や木で区画されているので、プライベート感を確保しやすいレイアウトになっています。以上が私の思う5つの魅力です。それではキャンプ場紹介をしていきたいと思います。こちらが管理棟になります。薪が置いてありますね。広葉樹と針葉樹両方あります。最近薪の値段が上がっているので、このぐらいの値段で売ってくれるっていうのは大変ありがたいと思います。その他キャンプに必要な最低限なものは揃っているという感じです。氷も売っているので、必要な方は管理棟で氷を買うこともできます。管理棟の隣にはこちらですね、窯風呂があります。予約して使うことができるようです。その隣にはコインシャワー、5分で300円です。管理棟の向かい側にはピザ窯もあります。こちらも予約して使うことができると思いますので、問い合わせてください。その隣には捨てられるゴミはこちらで捨てることができる場所になっています。廃処理もこちらでできます。このキャンプ場は道志川の最上流に位置しているので、水がとてもきれいです。ほんと透き通ってますよね。こちらはつかみ取りができる生けすになっていて、魚がいました。それではこちらのキャンプ場のサイトを歩きながら紹介していきます。12番サイトですね。1番から6番のサイトに関してはちょっと映すことができなかったので、12番から紹介していきます。こちらは標高が高くて涼しいんで、夏場はとってもいいんじゃないかなと思いますし、秋は紅葉が綺麗で有名なキャンプ場です。奥の9番サイトは手前に車を置いて橋を渡って荷物を持っていくサイトなので、プライベート感を重視したい方は選ばれるといいかなと思います。荷物の運搬もそんな距離ではないんで楽じゃないかなと思います。プライベート感を重視されたい方はこちらのサイトを選ぶと、サイト数が少ないんで、車の出入りもそんな多くないでしょうし、人もそんなに出入りすることはないと思いますので、こちらの川沿いサイトを選ぶといいと思います。
こちらの02番サイトは、右側に駐車場、車を置いて、こちらの丸い方にテントを張ることができます。結構大型のテントも張れると思います。こちらのキャンプ場は多くのサイトで川沿いにサイトが広がっているので、本当にいいですよね。一番奥には0番サイトっていうのがあるんですけど、そちらはお客さんがいたので撮影することができませんでした。で、こちらの01番サイトっていうのは奥に滝がありますので、滝が好きな方はこちらを選ぶといいと思いますが、音が結構しますので、気になる方は避けた方がいいかもしれません。13番サイトに飛びます。こちらの14番サイトは隣に炊事場になっていますので結構便利だと思います。で、23番サイトはトイレのそばになります。で、今いる場所は円形広場みたいになっているので、グループですとかソロのデュオとかそういったお客さんに喜ばれるサイトじゃないかなと思います。また木があるのでハンモックなんかやられてるお客さんもいました。道志川の最上流のキャンプ場ということで川幅も狭く水深も深くないので、お子さんなんかも比較的安心して遊ばせることができると思います。またちょっとした沢登り的な感じで遊ぶこともできて楽しいんじゃないかなと思います。こちらがトイレになります。掃除をされているので本当に綺麗に使うことができて気持ちよく使うことができてよかったなと思います。ありがたいですね。こちらが炊事場になります。こちらの炊事場もとっても綺麗でした。安心して使うことができます。またこのようにお金を払えばお湯も出せるシステムがついてました。一番の特徴は僕はこの冷蔵庫にあると思います。自分で持ち込んだ食材を冷蔵庫、冷凍庫に保管しておくことができるのがとっても嬉しいなと思いました。他のお客さんと間違えないように袋の上にマジックで番号、サイトの番号とかを書いておけばいいんじゃないかなと思います。それではサイトを歩いていきたいと思います。こちら24番サイトですね。トイレの隣になるのでトイレが近い方が安心だっていう小さいお子さんのいるキャンパーさんなんかはこちらのサイトなんかはいいかもしれません。でこちら側の24番とか25番サイトの方は
道路が向こう側にあるので、朝ツーリングバイクだとか車の音がするので、気になる方はこちら側ではない方がいいかもしれません。各サイトでプライベート感を、このように石とか木が置いてあるので、プライベート感は確保できるかなと思います。で27番、28番、29番はお客さんがいたのでカットして、こちら29番の駐車場専用のサイトですね。小さいサイトの場合は隣とかそばに車専用のサイトがこうやって指定されています。こちら30番サイト。こちらは別途駐車場サイトが用意されています。31番サイト。で32番サイトですね。でこちらの31番と32番の間をこう降りていく小さい小道みたいなものがあるんですけれど、そうすると川にアプローチすることができますので、椅子とあとはコーヒーなんかのドリンク類を持ってこちらでゆっくり川を眺めながら過ごすのも優雅な時間なんじゃないかなと思います。こちらは比較的開けた感じで、ちょっとした開放感を味わえる場所になります。いい雰囲気ですね。32番サイト。こちらは先ほど言った30番の駐車場のサイトになります。で、こちらが先ほどの30番サイトですね。33番サイト。こちら向かい側にもサイトがあります。34番サイトはお客さんがいたのでカットします。それでは川を渡って向かい側のサイトの紹介をしたいと思います。こういった小道的な道が場内に張り巡らされているので、朝の散歩なんかするのもとっても楽しいキャンプ場だなと思います。で、右奥のサイトを紹介します。こちらは広場みたいになっているので、大人数のキャンプであったり、グループキャンプ、家族キャンプなんかをされたい方は選ぶといいかもしれません。それでは戻って川の先ほどの向かい側のサイトを紹介していきたいと思います。で先ほど言った手前が40番駐車場で、奥が33番ですね。40番サイト。
ちょっと手ぶれがひどくてすみません。手ぶれ補正をかけるのを忘れてたみたいです。申し訳ないです。木漏れ日が綺麗ですよね、ここのキャンプ場は。本当に散策していて気持ちいいキャンプ場だと思います。トイレです。で、こちらは炊事場になります。44番サイト。45番サイト。45番サイトの向かい側のサイトに行きます。こちら、やはり円形広場みたいになっていて、こちらもグループキャンプとか、あとは家族で来たいとか、そういったキャンパーさんにいいと思います。ただこちらは木がないので、夏場は日差しがとっても強いので、タープとかそういった日よけは絶対必要になるかなと思います。そして段々のサイトになっているので、上に行けば見晴らしがいい感じのサイトになっていると思います。こちらは結構大きいサイトですね。見晴らしがいい感じで広いですよね。元に戻って44番、45番サイトです。でこのまま奥の方に進んでいきましょう。46番サイト。本当にここのキャンプ場はどこのサイトでも川にアプローチすることができて素敵な環境ですよね。でいよいよ最後の橋を渡って一番奥のサイトの方に行きたいと思います。この橋の上からの眺めも素敵ですよね。本当に癒されます。で、アイサイト。こちらはちょっとね、こじんまりした感じのサイトです。なので、ソロキャンパーさんとかにはいいかもしれません。で、隣が H サイト。ソロフルなんかで、こちらの I サイトと H サイトを押さえちゃうなんていう使い方もできると思います。一番奥のサイトには炊事場があります。もちろん冷蔵庫も置いてあります。こちら G サイト。こちらの G サイトと一番奥ですね。F サイトはとても広いサイトになっています。山伏オートキャンプ場の最奥サイトになります。こちらの F サイトの下には E サイトがあります。ちょっとお客さんがいたのであまり長くは映せないですが、E サイトとか D サイト。こちらは川沿いのサイトになっています。川沿いで一番奥まっているサイトなので、E サイトが結構いいんじゃないかなって僕個人的には思ってます。次回来た時には E サイトを狙いたいなと思ってるんですけど、人気あるんだと思います。で、C サイトですね。A サイト。ちょっとこじんまりしてるサイトだと思います。
自分のサイトに戻ってきました。これからキャンプをやっていきたいなと思います。